皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2025年6月7日に石川県金沢で開催されました100万石音楽祭2025ミリオンロックフェスのバンドメイドが出演する初日に参戦してきましたので、その模様をレポートさせていただきます。今回のミリオンロックフェスは私にとって初めてのフェス会場なので、参戦するにあたって経験したちょっとした気づきなんかも織り交ぜながらレポートしますので、少し冗長的になっているかもしれません。ご了承お願いします。昨年2024年からフェスにも行くようになった私ですが、このミリオンロックフェスは初めてなので楽しみです。フェスなのでサイちゃんのスカイクライアンセムも薄まったのか雨は降らなさそうで助かりました。バンドメイドツアー2025ファーストラウンドの途中に入ってきたフェスということで、私的には味変みたいな感じでものすごく贅沢しているような感覚になりました。それで旅行気分で遠征してのフェスということで前日移動にしますが、昼まで仕事して昼過ぎに移動開始します。北陸新幹線が敦賀まで来たことによって大阪から金沢へのアクセスはサンダーバードから新幹線への乗り継ぎが必要となって逆に若干不便になってますが、まあそんな小さなことは気にせず金沢へ向かいます。金沢駅に着いたのが18時半くらいで、まずは駅前に取ったホテルにチェックインして荷物を置きます。それですぐにホテルを出て、約束していた仲良くさせていただいているお名手様と金沢駅近くで前夜祭を楽しみます。それでいよいよ当日になります。フェス当日のこの日は快晴でした。私は10時台のシャトルバスチケットを購入していましたので、9時半頃に金沢駅西口側、タクシー乗り場の向こう側、一般車駐車場隣の団体貸し切りバス乗降場にあるシャトルバス乗り場へ行くと、もうバス待ちの行列ができていましたので、そのまま並びます。このシャトルバス乗り場は公式サイトには掲載されておらず、インスタか X にしか掲載されてませんでしたので、事前に確認しておきたい方はインスタか X のチェック用です。現地に行くとスタッフさんが案内されてますので分かりますけどね。それでこのシャトルバスチケットはその時間帯のチケットを持っている方が優先されるだけで、どのバスでも乗れるのがプレッシャーがかからなくていい感じです。実際私もすでに来ていた9時半過ぎくらいのバスに乗り込み会場へ向かいます。20分ほどで会場となる石川県産業展示館に着きました。ミリオンロックフェスのステージは石川県産業展示館の1号館から4号館までの4カ所の屋内ステージとなっていて、それぞれ勝山アリーナ、手取川アリーナ、立山アリーナ、白山アリーナというステージになっています。メインステージは一番大きい白山アリーナで、次が立山アリーナという感じです。豆さんたちは立山アリーナですね。それでバスを降りるとよくわからないけどなんかめちゃくちゃ人が並んでます。チケットは E プラスの電子チケットで購入していましたので、リストバンドに交換しようとしたのですが、どうもこの列はそのリストバンド交換の列のようです。バスが着いたところとリストバンド交換ブースはどちらも4号館、白山アリーナのあたりなのですが、列は川を渡って3号館の方まで伸びています。あと別に3号館の立山アリーナに入場する列もできていて、どちらもものすごい行列です。とりあえずリストバンド交換の最高列を見つけて並びますが、2000人以上並んでます。これは1時間くらいかかるかもと思いながら並んでいると、みるみる後ろにも1000人以上の列ができていました。でも思ったより列が進むのが早くて、30分くらいでリストバンド交換ブースにたどり着きました。後で会場に来た方に話を聞くと、昼前くらいはバスもチケット交換もガラガラですぐに交換できたとのことでしたので、時間帯みたいですね。それで無事リストバンドを入手して、とりあえずバンメさんたちが出演する立山アリーナ方面に向かいます。前回荒ばきではこのリストバンドを家に帰るまで外せなかったので、今回は勉強してハサミを持ってきておきました。立山アリーナへの入場列は3000人くらいになってましたので、その横をかすめて立山アリーナの方へ向かいます。もう複数の並んでいる列とその間をすり抜ける人でカオス状態でした。それでなんとかたどり着いた立山アリーナの横には飲食ブースがありますので、まずは腹ごしらえをしておこうと金沢カツカレーを買っていただきました。でも少し物足りない感じでしたので、牛タン串とビールを追加しました。こういうのもなかなか楽しいですよね。その頃には11時を過ぎていましたので、すごい行列を作っていたアイドルグループのキューティーストリートさんの公演が始まっていましたので、ものすごい声援が会場の外に聞こえてきてました。ステージ横の出入り口は開いているので中が見えるのですが、会場はパンパンでみんなスティック持って盛り上がってましたね。それで食事を終えてトイレに行ったり水分を補給したり物販ブースを見に行ったりしてミリオンロックフェス会場の雰囲気を楽しみます。でもこの時に飲み物を買っておかなかったことを後で後悔することになります。
それで白山アリーナの西川貴教さんを見に行きたいという思いもあったのですが、立山アリーナの最前列をキープしたいので、リップスライムさんの公演が終わった13時頃に立山アリーナの様子伺いを兼ねて入ってみました。上手側のブロックに昨日一緒に飲みに行ったお名手様がいたので、その辺りに行ってみます。最前列から5列目くらい、横の柵から3列目くらいです。それでまずはハンプバックさんのステージが始まります。私的には初見でしたが、大阪出身の3ピースのガールズロックバンドで、妊娠出産のため1年半ほど休んでいたそうで、それもあってかめちゃくちゃ弾けてました。ノリが大阪なので、大阪在住の私的にはかなりしっくりハマって、ものすごく楽しいステージでした。それでハンプバックさんの公演が終わって、結構フロアが空いたので真ん中のブロックに移動して、路線やや上手寄りの2列目をキープしました。次の公演はクロスフェイスさんです。私の前の最前列は女性でしたので、圧縮来るとまずいなとか思っていたのですが、そんな甘いもんじゃありませんでした。クロスフェイスさんが出てくると、もう圧縮なんて生優しいものではなく、ものすごい圧力で後ろから人が押し寄せます。フェスの路線の最前列付近にいるわけなので、これは想定内です。一緒にめちゃくちゃ盛り上がって楽しみますが、前の女性にもたれかかるわけにはいかないので、必死で踏ん張りながらになりました。もうもみくちゃな感じになりますので、メモはちぎれて下に落ちてしまいました。クロスフェイスさんもめちゃくちゃ煽ってきますので、モッシュサーフ、テルさんのダイブとフルコースを味わいました。テルさんのダイブの時には私も少し支えましたね。クロスフェイスさんの公演が終わって、もう体力を 80% くらい使い切った感じになりましたし、喉がカラカラになりました。それで前の女性が会場を出て行かれたので、ついに最前列のバーにたどり着きます。次は G フリークファクトリーさんです。周りの方にどんな感じか聞くと、そんなに激しくないみたいに言っておられたのですが、全然そんなことはなくて、めちゃくちゃ激しく盛り上がりました。遅咲きのバンドのようで、今でも群馬済みで、そこから東京のライブに出たり、地元でフェス的なことをやったりしてるとのことでした。最初にビジュアル系ですみたいに言ってたのが面白かったですね。髪の毛が長いだけで全然ビジュアル系と違うんですけどね。これでつかみは OK という感じでした。それで私の世代には少しノスタルジーを感じるような反体制の感じの古き良きロックという感じがしました。演奏もボーカルも素晴らしかったので、これも盛り上がりましたね。ちゃんととか手拍子とか手を挙げたりするのは、横の人とかを見て学びながらだんだん分かってきて自然にできるようになりました。G フリークファクトリーさんの公演が終わって、いよいよバーメさんたちの番になります。これまでのステージは開演の10分前くらいまではあまり会場はいっぱいにならなかったのですが、この時は終わった途端に30列くらいまで埋まる感じになってました。ものすごく喉が渇いて脱水症状みたいになっていたのですが、最前列キープが必要ですし、唾を飲んで我慢することにします。水を飲んでいけないと言われながらクラブ活動した高校生の頃を思い出しました。しかし最前列最ちゃん正面のこの位置は私的には初めてで、絶対ずれないので、そんな喉の渇きは我慢するしかないです。フェスは頑張れば最前列取れるのでいいですよね。それでステージがバンメさん仕様に変わっていきます。あーちゃんのドラムセットが出てきて、ミンチョのエフェクターボードが設置されたり、お立ち台が設置されたりしていきます。お立ち台は真ん中のみでしたね。それでワクワクしながら待っていると、サウンドチェックにあーちゃんがステージに出てきてドラムのサウンドチェックをしだします。フロアから大歓声が起きます。私も思いっきりあーちゃーんって叫びました。あーちゃんは上がる歓声に笑ってくれてましたね。それでミサさん、小畑さん、ミンチョも出てきます。フロアからまた大きな歓声が起こって、騒然とする中でサウンドチェックが行われます。小畑さんが、小畑のギター少し下げてスネアのアタックを少し上げてもらえるとありがたいですポーみたいに奥ゆかしい感じで丁寧に言ってましたね。あとなぜかフロアの方を向いてポッポホーとか言ってましたので、初見の人は少しびっくりしたんじゃないでしょうか。それで最前列にいるくせに一瞬気づかなかったのですが、サイちゃんがステージに出てきてました。サイちゃんが後ろを向いていると、ステージのバックの黒に溶け込んで見えない感じだったんです。ということでステージにバンメさんたちが揃いました。これまで3組の公演を見てきて盛り上がりましたが、バンメさんたちを目の前にしてうまく表現できないのですが、家に帰ってきたような、ふるさとに帰ってきたような感覚になりました。それでリハーサルが始まります。最初にクリックの音が聞こえないみたいなトラブルがあったみたいですが、すぐに治ってミンチョがドミネーションのリフを弾き始めます。もうフロアからは大歓声とイントロで思いっきりのチャントです。また家に帰ってきたよって感じながら思いっきりチャントしました。本当に目の前真正面でサイちゃんが歌ってますし、太田さんもミンチョもすぐそこです。リサさんもあっちゃんも遮るものは何もなく、本当に目の前にはバンメさんしかいない状態です。
まだリハーサル始まったばかりなのに感動して楽しくて最初から興奮マックスで盛り上がりました。サビ前の宣告せよを気持ちよく叫んでサビに入ります。もう前のめりになって思いっきり腕を振り上げて盛り上がります。後ろからの盛り上がりも感じながら当然ハローハローのコール&レスポンスも全力です。サビ終わりで感想になってまたちゃんとで盛り上がります。ここで一旦演奏が終わってサウンド調整が入ります。やっぱりバンドメイドはいいなぁと思っていると、次はなんとプレイのイントロです。もうフロアはリハーサルなのに本番さながらに歓声が上がって盛り上がって思いっきりちゃんとします。A メロ B メロときて手拍子して、もちろんプレイとかシャッターンとかのシンガロングにしてサビに入ります。サビではお給仕が聞けないサイちゃんのイエーイイエーイイエーイウォー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 を聞けました。なのでコール&レスポンスではなくシンガロングですね。これが貴重ですし、もうめちゃくちゃ楽しいです。感想のちゃんとで演奏を終えます。曲終わりで音が大丈夫だったのか、ミンチョが OK ダンスみたいな踊りを踊ってました。小畑さんも OK みたいなポーズしていて可愛かったです。で、ここでリハーサルは終わりで、小畑さんがくるっぽーよろしくお願いしますぽーみたいに叫んでステージをはけます。あーちゃんが最後にはけたので、またあーちゃーんって叫んだら笑いながら手を振ってくれてましたね。私にとは言ってません。それでこの時はみんな上手から入ってきて、上手からステージアウトしてました。それで音響スタッフの方のサウンドチェックを再開して、少しするといよいよ本番の時間になりました。まずはミリオンロックフェス独特のホラ貝を吹く音から始まる SE が流れてきて、フロアから大歓声が上がります。続けてラスボス倒しに行くバンメさんの SE が流れてきて、フロアはさらに盛り上がって歓声と手拍子が湧き起こります。それでさっきは上手にはけたバンメさんたちが下手からステージに入ってきて、さらに大歓声が上がって、バンメさんたちが配置につきます。SE が止んで歓声が上がり、一瞬の静寂です。1曲目はひょっとしてレディートゥーロックかもと思っていたのですが、サイちゃんはそんな私でも思いつくようなことはしませんでしたね。1曲目はプロテクト U からスタートでした。最前列なので思いっきりあーちゃんのブラストビートを目と体で感じながら、いつもより大声でうらららららら叫びました。真正面目の前のサイちゃんに目が釘付けになります。でも小畑さんもミンチョもミサさんもあーちゃんもすぐそこに何にも遮られずにバッチリ見えます。苦労して最善カットして待った甲斐がありました。最高です。思いっきり踊りながら A メロ B メロを堪能して、サビでは思いっきり手を振り上げて盛り上がります。B メロに入ったら拳を上げてリズムに応えます。B メロは手拍子ですね。サビ前は思いっきりヘドバンします。それで2サビに入ってまた手を振り上げながら盛り上がります。私が思いっきり笑顔で思いっきり口を開けて歌っていると、あーちゃんがめっちゃ見てくれて笑ってくれてました。これはマジですと思います、多分。それでミンチョのギターソロです。ミンチョが目の前です。続く落ちメロで手拍子してラスサビから最後のウーララのシンガロングです。最後のサイちゃんの迫力のウーララララララを本当に目の前で見て聞いて感動ものでした。曲終わりの大歓声の中、間髪を入れずに始まった2曲目はノーゴッドでした。サイちゃんがさあ楽しもうかーの雄たけびを上げながら思いっきり煽ってきます。最前列なので柵を持って思いっきりジャンプしながらちゃんとします。後ろの知り合いのお名士さんたちがわちゃわちゃしだしてさらに楽しくなります。A メロに入ってルールルーを思いっきり手を上げてシンガロングしますが、小畑さんがルールルーってやってくれてるのが見れました。それで思いっきり手を上げて1、2、3、4、ハービーロンからサビになります。また思いっきりジャンプして盛り上がってシンガロングします。感想に入ったらまたサイちゃんが思いっきりジャーンジャーンって煽ってきますので、ひときわ高くジャンプします。それで2メロに入ってルールルーはサイちゃんもやってくれていたように思います。この時だったか忘れましたが、下手からミサさん、小畑さん、ミンチョ、サイちゃんの並びになる時があって、ミンチョを真正面に見ながら楽しめました。それで2サビも思いっきりシンガロングして盛り上がって、ミンチョのギターソロからミサさんのベースソロです。思いっきり手拍子しながらミサさんのソロを満喫して、落ちメロで手をかざしてサイちゃんの歌に聴き入れます。それでラッサビ冒頭はヘドバンしながらシンガロングして、サビ後半はジャンプです。サイちゃんの We have got to win からのアウトロで最後ジャンプしながらちゃんとして曲終わりです。曲終わりでサイちゃんが両手を回す感じで歌い終えたぞみたいにしてたのがなんか可愛かったです。ここでミサさんが前に出てきてスポットライトを浴びながらディストーションバリバリのベースを弾き始めます。あーちゃんのドラムも加わってなんとフェスでベイドラセッションやってくれます。これ初見の人たちビビったんじゃないでしょうか。最初は聞き入る感じで途中から激しくなって歓声が上がって最後はちゃんとになります。これ自然とそうなるのですごいです。リサさんのお菓子を食べたあーちゃんのパワーも乗ってるセッションです。セッション終わりで歓声が上がる中、小畑さんの強烈なシャウトです。そうですよね、ベイドラセッションということは
続く3曲目はトワヤモアです。目の前で小畑さんのシャウトを浴びながらおー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 のシンガロングです。それでサイちゃんが歌い出して思いっきり踊りながらこのヘビーでダークな曲を堪能します。それでサビになってヘドバンしてると軽く覚醒状態みたいになります。2メロになってリズムのメロディーが変化するのが認知星ですね。それで2サビでも思いっきりヘドバンして2サビ終わりで認知の狂気的なギターソロです。これ初見の人はかなりびっくりすると思います。可愛い見た目とのギャップがすごいですからね。それでラスサビになってあーちゃんの狂ったようなバスドラ連打と小畑さんのシャウト的なバックボーカルに乗せてサイちゃんの力強いボーカルです。思いっきりヘドバンしてクラクラするくらいでした。最後のアウトロでおー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 のシンガロングですね。ステージもフロアも息ぴったりで曲終わりになって大歓声が上がります。続けての4曲目はヘイトでした。イントロで大声でのチャントになります。目の前のサイちゃんのボーカルを楽しみますが B メロになるとヘドバンしてしまいますのでステージ見てない感じになってしまいます。それでサビになって手を思いっきり振り上げながらまたステージの顔面さんたち5人全員を見ながら盛り上がります。感想では当然全力でのチャントになって B メロ冒頭は手拍子ですね。しかしヘイトのリサさんのベースラインは何回聴いてもすごすぎます。めっちゃリサさん見てしまいました。それで2サビで盛り上がってサイちゃんの I don't care if you die out っていうよく考えたらなかなか恐ろしい歌詞からリサさんのベースソロです。リサさんが下手の前でスポットライトを浴びながらソロを弾いてくれます。それでミンチョが真ん中の立ち台に乗ってのギターソロです。めちゃくちゃかっこよかったです。ソロ終わりでサイちゃんのボーカルが入ってきて小畑さんのシャウトを浴びてラスサビです。もう気持ちよくて汗も喉の渇きも気になりません。最後アウトロでサイちゃんと一緒に I hate you 叫んで曲終わりです。大歓声と拍手が鳴り響く中、サイちゃんのボーカルとミンチョのアルペジオが響いてきて、あーちゃんの味わい深いスネアのロールが加わります。5曲目はフォビドンテールでした。A メロの時は静かに聴き入りましたが、B メロになったら思いっきり手をかざしてサビに入る準備を整えます。それでサビになったらまた思いっきり手を振り上げながら盛り上がります。Everybody knows, nobody knows とスクリーミーナーとスパーキンナーは思いっきりシンガロングしました。サビ最後はジャンプしましたね。楽しいです。感想でちゃんとして2メロに入ります。ジャジーな感じになるところ、私的に大好きなあーちゃんのドラムを思いっきり見ながら味わいました。それで2サビでまた手を振り上げてジャンプして盛り上がってサビ終わりで歓声を上げるところは思いっきり声出しました。そこからはヘドバンですね。楽しくて気持ちいいです。それで壮大な感じになるところはみんな手をかざして盛り上がっていってあーちゃんのドラムフィルからラスサビです。本当にすごい構成の曲だと感じながら最後またヘドバンしながら曲に陶酔してアウトロで全力ちゃんとして曲終わりです。大歓声が上がる中いきなりサイちゃんのボーカルがスタートします。6曲目はアンリッシュでした。イントロになってフロアはまた全力のちゃんとで答えます。サイちゃんは雄たけびを上げながら思いっきり煽ってきますので腕振り振りダンスはなしでしたね。それで A メロに入って思いっきり踊りながらアンリッシュを楽しみます。当然あーのシンガロングもします。リサさんのベースを楽しんでそれでサイちゃんの劇場的エモーションからサビに入って腕を振り上げながら盛り上がって思いっきりだん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 叫びます。ここで感想になってちゃんとしますがここではサイちゃんが腕振り振りダンスをしてくれてましたね。それで2メロになって2サビになりますが2サビ終わりのところはヘドバンです。そこからの C メロはものすごいドライブのリサさんのベースを味わいながら手拍子で楽しみます。それでサイちゃんの Now We Go からミンチョのギターソロです。ミンチョが真ん中の立ち台で弾いてくれます。会場はちゃんとしながらだんだんギギだんだんも忘れずに叫びます。それで盛り上がったままラスサビに入ってアウトロはサイちゃんも煽ってきますので全力でちゃんとして曲終わりになります。このまま続けて7曲目となる玉屋のサイちゃんと小畑さんの綺麗なハーモニーが始まります。歌終わりで弾けるようにイントロに入ります。柵が前にあっての玉屋は嬉しいです。思いっきりジャンプしながらちゃんとします。A メロに入って思いっきり踊りながらお祭りを楽しみます。サビ前のブレーキで思いっきり手を上げてそのままサビで手を上げたままジャンプです。この楽しさは生でしか味わえません。思いっきり歌ってたらあーちゃんも歌いながらドラム叩いてたので目があった気がしました。これも気がしただけです。それで感想のちゃんとを挟んで2メロになります。2サビでも思いっきり飛び跳ねて楽しんで C メロに入ります。C メロ終わりでミサさんが前に出てきてスポットライトを浴びながらベースソロです。続いてミンチョも前に出てきてギターソロを弾き始めます。ソロバトルバージョンです。フロアは歓声を上げるのも忘れてこのバトルに聞き入る感じになっていて
途中から思い出したように歓声が上がり始めて、あーちゃんの強烈なドラムソロから小本さんのリズムギターソロになってラスサビ突入です。もう何もかも忘れた感じでジャンプして楽しみます。終わりで完全に息切れしてハーハーしているところにサイちゃんのボーカルが始まります。8曲目は Choose Me です。思いっきり手拍子してイントロに入って全力でちゃんとです。A メロに入ってダンスしながらサイちゃんの歌とバックの演奏を楽しみます。B メロでは205度のちゃんとです。これめっちゃ楽しいし盛り上がるんですよね。これでサビに入って手を振り上げながら盛り上がります。B メロに入って認知を正確無比な刻みのリフを楽しみながら、また B メロで205度のちゃんとです。それで2サビも思いっきり楽しんで2サビ終わりでミンチョのギターソロです。真ん中のお立ち台でソロを弾く神々しいミンチョを見ながら大好きなチューズミーのギターソロに聴きながらちゃんとで盛り上がります。ソロ終わりの落ちメロは思いっきり手拍子で答えてリサさんの味わい深いベースラインを堪能してラスサビです。もちろんサイちゃんの I choose you の時には両手でサイちゃんを指さしました。ラスサビも思いっきり盛り上がって最後の D メロ的なところはミンチョのギターソロを見て聴きながらちゃんとして盛り上がって最後のサイちゃんの前はチューズミーのところも思いっきり両手で誰とは言わずバンメさんたちの方を指さしました。終わりで体勢が上がって一瞬静かになったフロアにミンチョの強烈なリフが吹き鳴らされます。そこにあーちゃんのブラストビートで始まるドラムが加わってフロアは騒然とします。そうです、9曲目はレディートゥーロックでした。後で X のポスト見たらこれが聴きたくて初めてだけどバンドメイド見に来たという人も結構いましたので、フロアからは割れんばかりの大歓声が上がります。それでサイちゃんの歌が始まりますが、ミンチョのリフもミサさんのベースもあーちゃんのドラムも激しいままです。すごい曲です。A メロ最後のところのおのシンガロングも声ばっちり出てました。小本さんのシャウトを堪能してサビに入りますが、サビの時に最前列であのダンスもどきを踊ってたら多分いや絶対にあーちゃんに認識してもらいました。こっち見て笑ってくれてたのでそうだと思います。その目にお見せしましょうの時に肘で横の上様をつついてしまったのは申し訳なかったです。感想のカオスなミンチョのリフとあーちゃんのドラムを見て聴きながら思いっきりちゃんとして2メロに入ります。盛り上がって踊りながらサビ前の小手さんのやめられないしやるしかないなのシャウトとそれに続くサイちゃんの妖艶なシャウトを目の前で見て聴いて2サビ突入です。今度は肘が当たらないように気をつけてダンスしました。サビ終わりで小手さんのミニソロをバッチリ終わりでミンチョのギターソロです。めちゃくちゃかっこいいです。絶対初見の人たちは驚いていると思いました。その後の短い落ちサビで手拍子で一旦落ち着いてすぐに怒涛のラスサビに入ります。あーちゃんのバスドラ連打をバッチリ見て聴いてダンスしてシンガロングしてアウトロになってかっこよく曲終わりになります。曲終わりの吹き鳴らしの中、サイちゃんのありがとうみんな最後まで一緒に遊べるかの叫びが上がってラストとなる10曲目シャンブルズの激しいイントロをミンチョが弾き始めます。ミンチョがステージの前で鬼気迫る感じであのリフをかき鳴らします。レディートゥーロックからシャンブルズやるってミンチョも大変すぎるんじゃないでしょうか。でも初見さんたちをビビらせるのには最高だと思いました。イントロで最後の力を出し切る感じでちゃんとして A メロに入って気持ちよく踊りながら曲を楽しみます。サビ前のサイちゃんのねシャンブルースのところでは思いっきり手を上げてしまいます。それでサビに入って手を振り上げてサビ後半はヘドバンして最後の Do It は指を立てて手を思いっきり上げます。すぐに感想に入るのでまた思いっきりのちゃんとで答えます。2メロ最初のところはいきなりヘドバンしてしまいます。それで2サビも同じように楽しんで盛り上がって2サビ終わりからのあーちゃんのドラムに合わせて拳を振り上げます。それでミンチョのギターソロに入ります。会場も思いっきりのちゃんとで盛り上がります。その後の落ちメロからだんだん盛り上がっていくところは手拍子で一緒に盛り上がっていきますが、この小畑さんのバックボーカルが気持ちいいです。それで最後の英語のところはサイちゃんに合わせて私もタイガースって叫んでしまいました。それでラスサビ突入です。思いっきり手を振り上げてヘドバンして最後の人間万事採用が馬のところになって最後の最後サイちゃんの歯を目の前で本当に目の前で堪能して曲終わりの書き鳴らしになりました。サイちゃんのありがとうミリオンの雄たけびが上がります。多分他にもいろいろ叫んでたと思うのですが聞き取れませんでした。書き鳴らしが終わって大歓声が上がって小畑さんの皆様この後もお楽しみくださいぽご主人様お嬢様バンドメイドでしたぽのフェスバージョンの挨拶に会場から大歓声と拍手が沸き起こる中、フェスということでバンメさんたちは速やかにステージを後にしてこの素晴らしいステージは幕を閉じました。MC 一切なしで一気に畳みかけるような一気に走り切るような怒涛の10曲でした。完全に硬派のハードロックのステージという感覚でした。
お召し様バイアスがかかっている中、前の3組と比べてしまうのは申し訳ないのですが、ものすごい大御所感みたいなものを感じました。こんなに激しいステージを最前列さえちゃん正面、ステージとの間に何も遮るものがない状態で浴びられたわけです。もうこれ以上の感動と興奮は味わえないという思いと、さすがに体は疲れ切って脱水症状一歩手前まで行ってしまってましたので、会場を出てすぐに1リットルほど水分を取り、大満足で会場を後にしてシャトルバスで帰ることにしました。100万石音楽祭2025ミリオンロックフェス、ものすごく疲れて声もガラガラになりましたが、めちゃくちゃ楽しかったです。本当にものすごいステージパフォーマンスでした。X のポストを見ると初見さんにもものすごく刺さっていたようで、またファン層が広がったのではないでしょうか。嬉しいことです。今回もホテルに露天風呂付きの大浴場がありましたので、ホテルに帰ってすぐに大浴場に直行し、汗まみれの体を洗い、露天風呂で手足を思いっきり伸ばして、本当に楽しかったフェスをかみしめながら疲れ切った体を癒しました。ちなみに体重を測ると昨日より 1kg ぐらい痩せてました。ダイエットにもフェスはいいですね。それで一応いつもは紹介していますので、さえちゃんのポストを紹介すると、ミリオンロックありがとうございました。バンドメイドのロックを届けたよ。楽しかった。またお会いできたら嬉しいです。でしたね。本当に楽しかったですし、またお会いしたいです。私の次のお給仕帰宅は大阪ゴリラホールでの 2days です。地元大阪ということで、久しぶりの遠征なしでのお給仕帰宅です。2週間の間が空きますが、これまでたまりにたまったお給仕のレポートを作成しながら、またワクワクして待ちたいと思います。はい、ということで今回は以上です。それではまた次回。